ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ウクライナ東部戦線における戦況解説を行っていきます。なお、以前解説を行った時には、バフムトはもはや最終局面であるという話をしましたが、どうやらそれは誤りとなりそうです。というのも、ウクライナ軍はこの戦域に予備戦力を投入することによって、まだまだロシア軍をこの地域に足止めしようとしているからです。このためロシア軍はバフムトを完全占領するのはまだまだ先になりそうです。それでは現在どのような戦況なのか見ていきましょう。まず最初に戦線全体で見た場合においては膠着していると言えます。しかし、詳しく見ていけば各地において激しい戦闘が続いています。こちらは戦争研究所の発表している分析に基づく地図で、赤く塗られている部分がロシア軍の占領している地域、丸が付けられている部分が激しい戦闘が起こっている戦域です。一番北のクピャンスクを目指すロシア軍の動きは現在のところ停滞しています。また戦略上重要なリマンを目指していたロシア軍もまた大きな前進はできていません。かなりウクライナ軍の激しい反撃にあってリマンへの道は相当遠そうです。そして激しい戦闘が以前からずっと継続しているのがバフムトです。現在バフムトは町に攻めかかるという段階からいよいよロシア軍が町の東側地域を占領し本格的な市街戦が始まっています。この町に対する解説として私は町自体はなかなか落ちないけれど町自体を包囲しようとして町の北側南側をロシア軍が進軍している話をしました。ウクライナ軍の予備戦力投入によってどこを抑えるかといえば、この北と南その双方の進軍を押しとどめることによって、町全体が包囲されることを防ごうという作戦です。実際すでに北側においてはかなりの圧力を加えることによって、ロシア軍の進撃を押しとどめたようだと言われています。そしてバフムトよりもさらに南、ブフレダル防衛、こちらの方もまだまだ戦いは激しく続いているそうです。また、ブフレダルに対する攻勢の一つの特徴としては、戦車、歩兵戦闘車、装甲車を投入した機甲戦力による攻撃が目立っており、ロシア軍としてはこの地域を本格的に食い破って、ドネツク州全体での大きな戦局の転換というものを目指しているのでしょう。バフムトの町の現在の戦況を見るためには少し以前からの状況の変化を見ておく必要があります。こちらは先月2月27日における戦況マップ。この時点においてはまだ町の北側そして東側はロシア軍に占領されていない状態でした。そしてこちらが最新の戦況マップ。町の北側を抑えられ、そして町の真ん中あたりに流れている川を挟んで東側については、ロシア軍が抑えたものと見られています。ですから市街戦が各地で発生している状態です。なお、ウクライナ軍は川を渡るための橋をいくつか落としており、市街地中心までロシア軍の戦車が突入するといったことは防げているようです。なお、ウクライナ軍がバフムトの町を放棄せず、もう少し粘ろうとしているのは、そろそろ反撃の機会がやってくると考えているからです。アメリカから供与された歩兵戦闘車ブラッドレー、ウクライナ軍の第一大隊がドイツで訓練されていたのですが、2月末にて訓練が終わったことが報じられています。そして訓練の終わった彼らが今どこにいるかといえば、ウクライナ西部でブラッドレー以外の部隊との共同訓練を行っているそうです。この公開された動画においては歩兵戦闘車ブラッドレーを先頭にして、その後ろに米軍から供与されたハンビーが連なるという形になっています。おそらくはこの後ハンビーだけではなくストライカーなどの別の米軍供与の兵器なども加わるでしょうし、また3月下旬にはレオパルト2をはじめとした欧米製の戦車なども加わることによっていよいよ反撃のための戦力が整うこととなります。さて、欧米製の戦車がいよいよウクライナ軍に供与される日も近づいてきたわけですが、その時に役に立つのがバルーンのデコイです。以前多連装ロケットシステムについての話をしましたが、新作の発表も行われていたので、記事を取り上げておこうと思います。バルーンデコイ、ウクライナ侵攻で特需、チェコ。兵器を模した風船状の鳥、バルーンデコイを製造するチェコ企業は、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が始まって以降、製品への需要が急増していると明らかにした。バルーンデコイは合成繊維製、送風機で膨らませ、戦場で撹乱やおとりとして使われる。会社によると、製品をウクライナに販売しているかには触れず、欧州だけでなく世界中の多くの国に販売しているとだけ述べた。生産量は1年間で倍増したという。ウクライナ自身にはこうしたバルーンデコイを買うためのお金もあまりないでしょうから、おそらくヨーロッパの国々のどこかが買ってウクライナに供与していると考えられます。
バルーンデコイのモデルには戦車や装甲車、戦闘機などがあり、重量は25から90キロ、設置には2人から4人を必要とする。高機動ロケット砲システム、ハイマースモデルの出荷には、注文から60日かかったという。企業はこれまでにハイマースモデルを数十個出荷した。バルーンデコイは軍需品に分類されるため、当局の承認を受ける必要がある。バルーンデコイだったら日本でも作って送れるじゃないかと私も思ったのですが、もしも軍需品という扱いであった場合、日本では軍需品全般についての供与に規制がかけられていますからちょっと難しいかもしれません。まあ難しいんであればできるように変えてほしいというのが私の考えです。会社の経営者は見た目が本物そっくりであることが重要だとして、150から200メートル離れたところから見れば双眼鏡でもない限り本物の兵器なのかデコイなのか見分けがつかないと述べた。膨らませるのに使うエンジンが熱を発するため、敵の赤外線センサーも欺くことができるという。価格は1個1万から10万ドル、135万円から1350万円で、デコイの破壊に使われるロケット弾よりもはるかに安い。会社経営者は、敵に4から20倍も高価な兵器を使わせることができれば、経済的には勝利となると語った。同社はバルーンデコイを移動可能にすることも視野に改良を重ねている。この移動可能にするというのが何を意味するかはちょっとこの続きでお話しします。以前ご紹介したのがこちらのバルーンデコイ。多連装ロケットシステムっぽいおとりです。そしてこちらが M1 エイブラムス戦車風のバルーンデコイです。先ほどの記事の最後に出てきたバルーンデコイを移動可能にすることも視野にというのは、こうした M1 エイブラムス戦車風のバルーンデコイがゆっくりとでもいいから移動している姿を見せればなんとなくそれっぽさというものが際立つというわけです。動かすためのその土台としてはおそらくはリモコン操縦の簡単な軽車両が使われるのかもしれません。ロシア軍はこうしたデコイを見つけては対戦車ミサイルなり何なりを撃ち込むでしょうから、こうしたバルーンデコイがどこかの国が買い上げてウクライナへ供与することによってロシア軍を欺くための一つの手段として活用されることでしょう。ウクライナ軍がバフムトを放棄せずまだまだ戦い続ける。そのために予備戦力を投入するという決断をしたのは私にはちょっと驚きでした。さすがに現段階においてはバフムトを守り続けるというのはちょっと分が悪いと考えていたからです。しかしバフムトの街を延々と守り続けるわけではなく、反撃の機会がもうすぐやってくると考えれば、ここが粘りどころだと考えたとしても別に不思議ではありません。例えば、欧米製の戦車が供与されるにあたって現在訓練が行われている場所は、ポーランド、ドイツ、スペインにおいて、レオパルト2の訓練が行われています。その他イギリスにおいてもチャレンジャー2の訓練が行われていますから、これらの訓練が終わって実際に戦車が到着し始めるのは今月下旬のこととなります。つまり、いつ終わりが来るかという意味においては、今月下旬にも反撃戦が始まるかもしれないという希望を持てているわけです。また、戦車が来なかったとしても歩兵戦闘車ブラッドレーはかなり強力な兵器ですから、もうこの際だからバフムトの街を支えるために投入しても良いのではないかといった話などもあります。このような話がなぜ出るかといえば、戦線が膠着することによってロシア軍はじわじわと攻めるということが基本戦術となっています。それはウクライナ軍を上回る砲撃力を確保していることです。基本的に砲弾というのはハイテク製品ではなくローテク、全盛期においてすでに量産技術の確立されたものですから、ロシア軍はすでに戦時体制に入っていて量産体制を築いています。一方で、欧米の方としては、まさか砲撃戦が本格的にずっと続くなんて考えていなかったということもあって、なかなかロシアと同じだけの量の砲弾を作れてはいません。そもそも欧米側において砲弾が大量に作れないような状況になってしまったのは、そもそも砲撃がずっと続くような戦いはもはや発生しにくいだろうと考えていたからです。例えば砲撃戦をするということは、自走砲であろうと剣式の榴弾砲であろうとどこかに地上戦力がいるからこそ成り立つものであり、そのような戦力は航空戦力によって撃滅されるという考え方がありました。例えばミサイルを飛ばすであるとか戦闘機が飛んでいって爆撃するであるとか、そのような形でなかなか地上戦力が継続的に砲撃を行うという姿はあまり考えられなかったわけです。ところが、ウクライナの戦場においては航空戦力が抑制された状態ですし、ウクライナ軍も空軍力は低いものですから、砲撃をなかなかストップさせることができないわけです。このようないつまでも砲撃に付き合っているのではなく、砲撃がなかなかできないような状況にしようと思えば、
機構戦力を用いて前線後方といったいわばかっちりと安全地帯ができるような戦い方を打ち破っていくという考え方があります。もちろんミサイルであったり空軍による空爆があればそちらの方が良いわけですが、現状ない以上そのようにして地上戦力を用いて戦線を大きく動かす必要があるわけです。そのように戦い方を進めれば砲撃力が劣るウクライナ軍であっても戦い方は変えられるわけです。ただこの考え方に基づいて歩兵戦闘車をもう使ってしまうというのはちょっと危険かなと私は思います。粘りに粘ってでも良いから欧米製の戦車、歩兵戦闘車、装甲車この3つが揃った状況での反撃戦をした方が私は最終的には良い結果が出るのではないかなと思います。ただこれを決めるのはあくまでもウクライナ軍ですから、この後どのような形で反撃戦につなげていくのかというのを見守っていこうと思います。というわけで今日の動画はここまで。ウクライナ軍はバフムトの町を放棄せず、予備戦力を投入することによって町を包囲しようとするロシア軍を押しとどめています。ウクライナ軍の狙いは欧米製の戦車などが供与されて、いよいよ反撃戦が来るまでの間何としても持ちこたえようとしているわけです。ウクライナ東部戦線でのバフムトをめぐる戦いはまだまだ激しく続いていきそうです。それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わった後は評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。